なあきなこ、日本でも AI の法律ができたって聞いたんやけど、あれって罰則ないんやろ？罰則なしの法律なんて守らんでも平気ってことやん。そんなんざるやん。意味あるん？もっち、それが一番やっちゃいけない勘違いだよ。罰則がないのはわざとなの。日本初の AI 法 AI 推進法は2025年9月に全面施行されたんだけど、罰則がゼロなの。ほら、やっぱり罰則ゼロやん。それやと誰も真剣に守らへんのちゃう？それがね、その罰則がないと意味ないっていう常識こそ今日ひっくり返したいの。ひっくり返す？罰則ないのにちゃんと聞く法律なんてあるん？あるんだよ。しかも規制しないことが産業を育てる戦略になってるの。規制せえへんことが戦略？それどういうことやねん。めっちゃ気になるやん。EU は違反したら最大で売上の 7% も罰金を取るすごく厳しい規制を選んだの。売上の 7%？ うわ、めっちゃ厳しいやん。それとまさかって日本そんなに緩いん？ゆるいって言葉で片付けちゃダメなの。だるく見えてちゃんと狙いがあるんだから。でも日本は真逆の道を選んだ。今日はその狙いと世界3つの分かれ道を見ていくね。最後まで見ればそれがあなたの仕事にどう関わるかもわかるよ。自分の仕事にも関わるんか。それやと他人事ちゃうな。しっかり聞いとかなそんやん。そうなの。難しそうに見えるけどポイントだけ押さえれば全然怖くないから安心してね。よっしゃ、罰則ゼロの謎しっかり解き明かしてもらおう。きなこもっちーのテック深掘り。今日のテーマは罰則ゼロの日本 AI 推進法ソフトロー戦略の正体。罰則がない法律なんてざるって思ってる人、ちょっと待ってね。僕もさっきまさにそう言うてたとこや。そこに日本の国家戦略が隠れてるの。最後まで一緒に見てね。よっしゃ、気合い入れてきくで。まず正体から。正式名称は人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律なの。でも待って、名前に推進って書いてあるやん。規制ちゃうの？いいとこに気づいたね。そう、これは規制法じゃなくて推進する法律なの。2025年5月28日に成立して9月1日に全面施行。全部で28の条文からできてるの。条文28個か。法律ってもっと分厚いイメージあったわ。中身ってどんなん書いてあるん？中身は大きく4つ。総則と基本的な施策、それから国の基本計画、そして AI 戦略本部なの。内閣には総理大臣がトップの AI 戦略本部を置いて国全体の基本計画を作って後押しするの。じゃあ企業にこれやったらアウトって細かい禁止リストがあるわけちゃうんや。ないの。中心は企業への義務じゃなくて国が研究開発と活用を支える内容なの。ただし生成 AI が悪用された時は政府が情報提供を求めたり指導したりする権限は持ってるの。なるほどな。拘束はあるけど先生が即怒るタイプちゃうみたいな感じか。その例え、半分正解で半分外れ。拘束は緩いけど後でちゃんと効いてくるの。罰則をあえて外した理由は規制がきついとイノベーションを邪魔するっていう考え方なの。とりあえず罰で縛るよりまず伸ばそうって発想なんやな。なんか日本らしいというか。そうなの。この基本法はこれから作る細かいルールの土台になる役割も持ってるの。 AI 戦略本部が国の基本計画を定期的に見直して方針をアップデートしていくの。へえ、一回決めたら終わりやなくてずっと手直ししていく前提で作られてるんや。そう、 AI は進化が早いからガチガチに固めるより柔らかく構えてる方が合ってるの。なるほどな。罰則ゼロにもちゃんと考えられた理由があるんやな。ちょっと見直したわ。でしょ。罰がない。何でもありじゃなくて自分たちで考えて進めてねっていう設計なの。自由には責任がついてくるってやつやな。大人な決め方というかちょっとシビアやな。そういうこと。じゃあ世界の他の国はどうしてるのか比べると日本の異質さが見えてくるよ。 AI のルール作りは世界で大きく3つに分かれてるの。 EU、アメリカ、そして日本。 EU はハードロー、
罰則付きの厳しい規制法で危ない AI をきっちり取り締まる方式なの。違反したら最大で全世界売上の 7%、透明性のルール違反でも 3% 取られるの。売上の 7%？ テストで赤点取ったら学費 7% 没収みたいなもんやん。でかい会社やったら何千億円やろ。 EU 厳しすぎて会社潰れてまうやん。落ち着いて、それくらい本気で危ないものは罰するっていうのが EU の立場なの。しかも高リスクな AI は使う前に審査してずっと監視まで義務付けられてるの。徹底してる。次にアメリカ、こっちは法律で縛らずニストっていう機関の任意のガイドラインが中心なの。中身は統治、把握、測定、管理の4つの機能。企業が自分でリスクを評価して記録する方式なの。つまり守っても守らんでも自由ってこと？それはそれでゆるゆるやん。市場に任せる考え方なの。 EU がガチガチ、アメリカが放任で、日本はそのちょうど真ん中。罰則はなし、でもガイドラインを参照させて努力義務で守ってもらうソフトローなの。 EU がガチガチ、アメリカが放任、日本がその中間か。確かに性格が全然ちゃうな。でもさ、なんでこんなに分かれたん？同じ AI を相手にしてるのに考え方が真逆やん。重視するものが違うの。 EU は人の権利を守ることを最優先、アメリカは市場の自由を最優先、日本は産業を伸ばしつつ安心も確保したいっていういいとこ取りを狙ってるの。いいとこ取りか、欲張りに聞こえるけど、できたら一番ええやん。でもさ、 EU みたいに罰金で脅した方が悪い会社をビシッと止められて安心ちゃうの？それも一理あるの。でも罰がきついと新しい挑戦をする会社まで萎縮しちゃう心配があるの。実際 EU の中でも規制が厳しすぎて開発が遅れるって議論があるくらいなの。一長一短なんだよ。そう簡単じゃないけどね。でも日本はそこに本気で挑んでるの。だから世界も注目してる。ただ日本もガイドラインを無視すると行政指導や評判リスクを招くから無視はできないの。じゃあなんで日本はあえて罰則なしを選んだのか。ここに本当の戦略があるの。でもさ、結局規制しないってただ放置してるだけなんちゃうの？そこが今日一番ひっくり返したいとこ。これは放置じゃなくて攻めの戦略なの。日本が選んだのはイノベーションファースト。まず産業を育てて後からルールを足すの。後からルールを足す？それって行き当たりばったりにならへん？それがアジャイルガバナンス。技術の変化に合わせてルールも素早く直していくの。そしてソフトローは3つの層でできてるの。ゆるいガイドライン、業界の自主ルール、行政指導なの。あれ、でも新しい法律で全部縛らへんなら悪いことした人ってどうやって止めるん？そこは今までの法律がそのまま使えるの。詐欺や個人情報の悪用は既存の法律で取り締まれる。なるほど。土台の法律はちゃんとあって、その上に AI 専用のゆるいルールを載せてる感じか。その通り。だから新しい禁止ルールが少ない。守るものがないわけじゃないの。でもさ、ゆるいルールって悪い会社に都合よく使われたりせえへんの？鋭いね。だから業界の自主ルールと国際的な原則との足並みを揃えることが前提なの。なるほど。世界の決まり事と同じ方向を向いてれば好き勝手はしにくいってことか。そういうこと。しかもこのまず方向だけ決めるやり方にはもう一つ大きな狙いがあるの。もう一つの狙い？まだ何か裏があるん？気になるやん。海外の企業に日本は開発しやすい国だって思ってもらって投資や人を呼び込むことなの。そういうことです。しかもな、日本はこの分野で世界のルール作りを引っ張ってきた国なんえ。日本が世界のルール作りを引っ張ってる？意外すぎるんやけど。もともと2019年に決まった OECD の AI 原則、これ日本が主導したの。今や50カ国以上が参照してる。2023年からの G7 広島 AI プロセスも日本初、罰則なしの国際ルール作りでリードしてるの。2026年4月には日本とフランスが AI の安全と活用で協力する共同声明まで出してるの。なるほど。罰則で縛るんやなくて世界の手本を作る側に回るってことか。逆転の発想やん。そういうこと。
でも罰則ないなら企業は無視してもいいんじゃないの？そう甘くはないの。甘くないって言うけどさ、罰金ないなら正直うちの会社は気にせんでええんちゃう？それがダメなの。罰則がなくても企業には別のプレッシャーがしっかりかかるんだよ。企業の実務標準は AI 事業者ガイドライン、経産省と総務省が出してる対応ルールなの。このガイドラインは技術の進化に合わせて2026年にも改定が重ねられてるの。生きたルールなの。守らないとどうなるか、まず行政から指導が入って改善しないと社名を公表されるの。社名公表、それニュースになったらお客さん逃げてまうやん。罰金より怖いかも。そうなの。評判リスクってお金で測れないくらい重いの。だからみんな真剣に守るんだよ。それにトラブルが起きた時、ガイドライン無視は注意義務違反として民事責任を問われうるの。結局しっかり守らなあかんやん。ざるどころか見えんプレッシャーだらけやん。気づいてくれたね。罰則ゼロでも社会の仕組みでちゃんと聞くようになってるの。国が罰金で脅すんやなくて、社会の目とお客さんの信頼が見張り役になってるんやな。そう、特に金融機関みたいに信用が命の業界はガイドラインを実務基準として運用してるの。それに開発する側もリスクを管理する方針を作って外に公開する責任を負うようになってるの。作る側も使う側も結局それぞれ責任を持つ必要があるんやな。罰則ないだけで全然緩くないわ。そうなの。むしろ自分で考えて守るわけ。形だけ守るより中身が問われるとも言えるの。ああ、ルールに書いてないことでも自分でリスクを考える必要があるってことか。意外と頭使うな。じゃあ会社は具体的に何すればええの？ガイドライン守るって何から始めたらええんやろ？リスクの大きさに応じて対応を変えるリスクベースが基本。社内のルールと評価体制を作るの。政府の調達でも AI 統括責任者を置く体制が事実上の条件になりつつあるの。無視できないでしょ。ふふ、飼い主もルールは緩い方が好きとか言うくせにガイドラインは律儀に守るタイプやな。それ本人には内緒ね。でも確かにそうなの。この戦略、産業の未来にどうくくんだろう。このソフトロー戦略で日本の AI 産業には追い風が吹いてるの。市場もぐんぐん伸びてる。2024年に約 1.3 兆円だった市場が2029年には約 4.2 兆円まで伸びると見込まれてるの。5年で3倍超ってほんま？数字持ってへん？そんな景気のいい話信じてええんかな？これは業界の予測だから、あくまでそう見込まれてるくらいに受け取ってね。慎重にね。国も研究開発の補助金や AI 半導体への投資で後押し、国産の AI モデル作りを支えてるの。実際楽天やサイバーエージェントが自前の日本語 AI モデルを次々と公開してるの。おわ、日本の会社も自前の AI 作ってるんや。なんか応援したくなるやん。医療や自動運転みたいな高リスク分野は省庁横断のガイドラインで丁寧に対応してるの。自動運転は決まったエリアで運転を任せられるレベル4の実用化を進めてるところなの。ええことずくめやん。じゃあもう日本は安泰ってことを？課題とかないん？そう甘くないの。一番の課題は最先端モデルや計算インフラを海外に頼ってること。ああ、いくらルールが追い風でも肝心の AI の土台を借り物に頼ってたら弱いってことか。そう、ルールが追い風でも土台を自前で持てるか、そこが日本のこれからの宿題なの。土台って具体的にはどういうもんなん？計算インフラって言われてもピンとこうへん。 AI を動かす大量の計算機やその心臓部の半導体のことなの。今は海外製に頼りがちなの。ああ、料理はうまいのにコンロも包丁も全部よそから借りてるみたいな状態か。その例え分かりやすいね。だから国も半導体に大きく投資して土台作りを急いでるの。ルールで追い風を作りながら足りない道具も自分で揃えようとしてるんやな。両輪って感じか。そうなの。ゆるいルールで自由に走らせて土台もちゃんと固める。その両方が揃って初めて強いの。戦略はバッチリでも
自力をつけるのはこれからってことやな。日本の本番はまだ先かも。なるほどな。追い風はあるけど油断はできひんってことか。バランス大事やな。じゃあ今日のまとめ。日本の AI 推進法の罰則ゼロは決して鳴さじゃなかったの。産業を育てて世界のルール作りを引っ張るための戦略だったんだよ。おさらいすると EU は罰でガチガチ、アメリカは市場に任せて放任、日本はその真ん中。最初は罰則ないざる法やんって思ってたけど全然ちゃうかったな。見方が変わったわ。罰金がなくてもガイドラインや評判リスクでちゃんと守る必要がある仕組みやったもんな。そう。だから AI を使う会社で働く人にとってはこれ意外と自分ごとの話なの。確かに罰則ないし関係ないわで済まへんって分かっただけでも聞いた価値あったわ。嬉しい気づきだね。法律って遠い話に見えても実は私たちの暮らしの足元につながってるの。ほんまやな。ニュースで AI 乗っ取ってみても今度はちょっと中身まで気になりそうやわ。あとは課題もあったね。ルールは追い風でも AI の土台を海外に頼ってるのが日本の宿題なの。 EU みたいに厳しく罰する道と日本みたいに育てる道、どっちが正解かはまだ誰も知らないの。難しいな。きっちり守らせる方が安心な気もするし自由な方が伸びる気もするし。そこは見てくれてるみんなにも聞きたいな。あなたは EU 型と日本型どっちが正解だと思う？ぜひコメントで教えてな。理由付きやとみんなの考えがもっと面白く見えてくると思うわ。この2匹と一緒なら難しいってっても怖くないやろ。チャンネル登録よろしく。ニュースの見出しだけじゃ見えない裏側まで毎回一緒に読み解いていくね。おやつ代のためにも高評価のポチッとよろしくお願いします。AI 時代に置いていかれない目を一緒に育てていこうね。次回もテック深掘りで会おうね。バイバイ。